こんにちは。今回の動画では2026年5つのやめることをご紹介します。このチャンネルは元作家好きマキシマリストが物、こと、執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。皆さん明けましておめでとうございます。今年もミニマムな心地よい暮らしをどうぞよろしくお願いします。2025年を振り返ると、物、こと、執着を手放すと言いつつもまだまだ執着していたと感じたことがあります。今年は執着を手放してもっと自分らしく心地よく暮らすためにも5つのやめることを決めました。皆さんも物、こと、執着を手放すために今年やめる宣言をぜひコメントで教えてください。2026年やめること1つ目、失敗を恐れること。今まで物もことも減らしてきましたが、去年は買おうと思っても失敗が怖くて買わなかったり、結局やらなくなるかもしれないからとやめておこうと踏みとどまってしまうことも多かったです。今年は増やすことや失敗することを恐れずに使ってみたいものを使ってみる、やりたいと思ったことはやってみようと思っています。今まで発信していた内容は私の過去の失敗を元に作っています。ですが最近は失敗を恐れるあまり新しいことやものを取り入れなくなっていました。少ないことにとらわれて新しいものやことを取り入れないのではなく、良さそうと思ったものやことを取り入れて失敗も含めて動画にしていきたいと思っています。動画を見て、みえさんまた失敗しているな、私はそうならないようにしようと思ってもらえるくらいがちょうど良いと思っています。2026年やらないこと2つ目、生産性や効率化。ミニマリズムというと生産性や効率化という言葉が思い浮かびますよね。私自身もその考えがとても好きで、今でもそういった内容の本や動画を見ることもあります。物やことを減らしてどこにお金や時間を使うかを考えることはとても大切ですが、その一方で違和感も感じていました。私のビジョンマップには自分の周りの人を笑顔にする、大切にするといった内容を書いていますが、生産性や効率化ばかりにとらわれてしまうと、その部分が欠如してしまう感覚がありました。家族や人と関わっていればイレギュラーなことも起こります。自分が体調に気をつけていても誰かが病気になれば病院に付き添うこともあります。生産性、効率化にとらわれてしまうとイレギュラーなことに対してイライラしてしまったり、せっかくここまでやったのにという気持ちになってしまいます。ですがそういった気持ちになることは私の目指すところではありません。大切な人が困っている時には心よく助けられるようでありたいと思います。2026年やめること3つ目、減らすだけの暮らし。1つ目の失敗を恐れることと同じような内容になりますが、去年は物とことを増やさないことに執着していた部分があります。快適に心地よく暮らすためにミニマムにしていたはずなのに、パジャマがなくて寒い思いをしたり、ヒートテックの数が少なくて足りていないということもありました。減らしすぎて心地よくなければ本末転倒です。去年はせいろを使ってみたいとか、鍋でご飯を炊いてみたいと思いながらも、そこに時間やお金を当てる必要が
ないかもしれないと思って断念をしました。家の前の小さなスペースに植物やハーブを植えたいと思いながら、失敗が怖くなってその時間を使うなら他にやることがあるだろうと思い諦めました。物を増やさないことを考えたら、ご飯は炊飯器のままで良いですし、せいろよりも電子レンジを使う方が物も工程も増えません。ですが美味しさを考えたらきっと逆なはずです。そういう心地よい実験を以前のように好奇心や心が湧くことをもっと柔軟に取り入れていきたいと思います。2026年やめること4つ目、自己投資しないこと。主婦や母であると自分に自己投資することに気が引けてしまうことはありませんか？私はよくあります。この年だしとか、継続できるかなとか、他にお金がかかるからと何かしらの理由をつけてやらないことを選んでいました。無料で何かをやっても中途半端になってしまったり、結局継続ができませんでした。ですがお金を払ってコンサルを受けた時にはいつも以上のパワーが出て、多くのことがこなせることがありました。お金を払って講座を受ければすぐに実践していました。身銭を切ることでやりきる覚悟もできると感じました。今年は健康やお金の勉強にはお金や時間を使って自己投資をして体力や知識を身につけたいと思っています。2026年やめること5つ目、誰かと比べること。誰かと比べるのではなく、過去の自分と比べるのが良いとは分かっていても、時々比べてしまうことがありました。特に SNS を見た時、自分と比べて自分はできないと焦る気持ちもありました。比べたところで良いことがないと分かっているのに、反射的に比べてしまうことがあります。過去に子育て中、知り合いや友人のような近しい人の投稿を見て、自分と比べて自分ができていないことに劣等感を感じてしまうことがありましたが、結局解決策は見ないが一番有効でした。見なかったからと気まずくなるような関係であれば続ける必要もないと思います。特に最近は気分がフラットな状態でいることがとても大事だと思っているので、見れば反射的に比べてしまう SNS ほど使い方を気をつけなければいけません。自分が見たいものを主体的に選ぶようにして振り回されないよう自分でコントロールできるようにしていきたいと思っています。いかがでしたか？今回の動画では2026年5つのやめることを宣言してみました。私にとって一番大切なことは家族と笑って楽しく過ごすこと。そのためにミニマリズムを取り入れています。ミニマリズムが目的にならないようやめることを決めて、失敗を恐れず好奇心を持って今年もミニマルライフを楽しんでいきたいと思っています。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。